こんにちは、夏美です。1月6日にベトナムのホーチミンに、1月6日、ベトナムのホーチミンに到着してから、ラオス、タイ、カンボジアと、計4カ国移動してきました。現在はタイのバンコクに戻ってきています。で、期間はちょうど2ヶ月ぐらい経ちました。使ったお金の計算を、その都度、大まかにですがメモしていて、ようやくそれをまとめましたので、今回は使ったお金についてお話ししたいと思います。参考になれば幸いです。じゃあ、まずはベトナム編からお伝えします。合計金額いきます。19日間で9万3007円使用しました。1月の6日から25日まで滞在しています。19日間。で、1日あたりに換算すると4895円です。ホーチミンから、ホーチミンは一番ベトナムの下の方にあるんですけど、ホーチミンからダナン、フエ、ホーチミン、そうでね、フエに行ったんですけど、ダナンに行きたくて一回戻ってからそこからハノイに移動してます。なので若干値段は違うのかわからないんですけど、ベトナム統一鉄道にて北上して移動していました。で、この時はとにかく安宿をご飯も安さをで過ごしていましたし、意識してましたし、グラップのアプリは登録していたんですけど、タクシーを使うなんて、洗濯をお店に依頼するなんて贅沢の極みと思って生活してました。なので必死に洗濯もお風呂で洗ってました。はい、内訳を表で上に出しておきます。で、金額は全部日本円に換算しています。で、換算にはカレンシーアプリを使用しているので、その時それで調べる限りだと100円あたり16,382ドンで計算してます。で、気になるものだけピックアップしようと思うんですが、では食費に参ります。食費28,225円で、これは屋台の食事すごく安いんですけど、ほぼお肉が入っているものがほとんどで、私お肉をあまり食べないので、屋台で食べられるものがあればそれを買って、あとはほとんどスーパーのお惣菜とかフルーツで過ごしてました。あとパンですね。で過ごしていました。はい。で、次、入場料等については、5607円、6507円については、ミュージアムとか洞窟に入るときに、支払ったお金で、計算してます。で、次、エアシム1495円。これは少し割高なんですけど、日本で Amazon で購入して、設定していたやつです。少し割高ですけど、すぐにつながるので、インサートしてから3分ぐらいですぐにつながるので、まだ SIM も買ってない、向こうの新しい国で SIM 買ってないけど、移動日で絶対何か地図で調べたりするなっていう時は、購入してました。はい。で、これはだいたい今のところどこの国を見ても24時間 4G で 3.99 ドルとかです。で、その次の不明金。これは手元にあるお金とか全部計算してちょっとよくわかんないお金が1315円ありました。で、次の書籍2120円。これはKindle でカンボジアの地球の歩き方を購入した時のお金です。あとは次が娯楽費19,354円。娯楽費は何で分類したのかちょっと詳しく覚えてないんですけど、ココナッツボートを乗ったりとか、あとはこの時はツアーを娯楽だと捉えていたので、ツアー費ですね。ツアーはハノイでハロン湾とチャンアンとで2回参加してます。6000円から9000円のツアーでした。で、次、日用品241円。これは石鹸とか歯磨き粉とかを買ったお金です。で、次、衣服代2295円。これはジーパンとストレッチパンツ、ノースのストレッチパンツを持ってってたんですけど、あまりにも暑すぎるので、風通しの良い綿パンが欲しくて、フェイマスタイパンツを買いました。象柄の。はい。
あとは交通費、次の交通費12,091円。これにはバイクのレンタル代、バイクの駐車場代、あとはベトナム統一鉄道のお金と、あとラオスに移動する時のお金も含まれてます。あとは次、チップ301円。これはチップの文化は基本ないって聞いてたんですけど、ツアーに参加した時に手漕ぎボートとかに乗ったんですね。で、その方たちはその手漕ぎボートのお金で生活してるからチップを渡すようにお願いしますってガイドさんに言われていたので渡したものです。でも日本円に換算するとこんなに安かったんだって驚きました。多分1万ドンとか渡してると思うんですけど、桁があまりにも違いますね。はい。で、次の宿代8,225円。これは金額を19日で割ると1泊433円でした。激安ですね。でも鉄道移動の時は必ず夜だったので宿代がかかってないんですよね。なのでこんだけ安く済んだのかなと思います。あとはベトナムのホステルは探せば安くてもそれなりのところは結構あったように感じます。次の通信費1,808円。これは最終的にベトナムの SIM を購入した時のお金です。ちょっとエア SIM だとあまりにも高すぎるので SIM を購入しました。さあ、それでは次はラオス編に移ります。ベトナムからラオスには国際バスとラオスの鉄道で移動したんですけど、その金額はベトナムにてエージェントにドンで支払っているのでベトナム編の交通費に含まれています。で、ラオスの合計金額いきます。44,979円です。で、内訳は表の通りで、全部この時は現金で過ごしていて日本円で1,000円くらい余らせてしまいました。で、ラオスではずっとエア SIM を使用してたので通信費が少し高めについてます。エア SIM 代が少し高めについてます。あとはタイパンツが劇的に安くて可愛かったので3本買ってます。あと水着と B さんですね。水着は水のアクティビティがあったのでそれで使うかなと思って持ってなかったので買ったのと、 B さんはベトナムの宿に忘れてきたので必要に迫られて買った感じです。なので衣服代がちょっと膨らんでます。で、ここではツアーには参加せずにバイクでずっと一人で観光してました。で、宿代は1日あたり665円です。で、宿の予約はブッキングドットコムで全部取ってたんですけど、ラオスはベトナムの時に比べてあんまり宿の数がないなって思ったのと、値段に比例して設備も良くないイメージだったので、無料の Wi-Fi とかシャワーを求めるとそれなりの値段になるのかなと思いました。それでも十分安いんですけどね。はい。で、この後のタイとカンボジアでは姉が合流します。で、一人だと食事も適当に済ませたり飛ばしたりしてたんですけど、2人の時は1日2食食べる日がほとんどでした。なので食費が結構かかっているのと、あとは部屋も安くてある程度であれば良かったのが、2人で1部屋取れるところはシングルで1部屋取ったりとか、ある程度のランク水準があるところを予約していましたので宿代も結構かかってます。こんな時間も必要だなと思うんですけど、まだ1ヶ月も経ってないうちからそんな生活をしてたので水準がちょっと上がっちゃって大丈夫かなって心配でした、この時は。はい。でもかなり快適ライフでしたね。ではタイから行きます。13日間の滞在でなんと117,917円使ってます。高え。短期間でバンコクで一度とチェンマイで2度ツアーに参加しているので、ツアー代も含まれているので高くなる要因の一つかなとは思うんですけど、あとは先ほど言った宿と食事ですね。で、2人で割り勘して計算もかなり適当になってますが、宿に関しては1日あたり2,000円になってました。これちょっと1,500円ぐらいを目安に予約してたと思ってたんですけど、だから計算間違ってるのかわかんないですけど、ちょっと計算したら2,000円になりました。
これはかなり驚きますね。あとはワクチン代が15,550円です。で、ちなみにタイでもタイパンツを2本買ってます。なんかラオスで購入したやつが安かったし可愛かったんですけど、洗ったらすっごいちっちゃくなっちゃったりとか、あとはおしゃれだな、素敵だなと思って買ったら履いてみたらなんかちょっと活動がしづらかったりとか、トイレに行きにくかったりとかしたので、そういうもの、あとはジーパンはもう暑くて履いてられなかったので、履かないであろうジーパンとか、あと乾きにくいズボンとか、不要なものはその時に一斉に姉の荷物と一緒に日本に送り返しているので、その時の送料もかかってます。結構高かったですね。2000何バーツかな。それでも飛んですぐ着くやつと船で3ヶ月かかるやつとどっちがいいって言われて安い方を選んだんですけど、思ったより高かったです。はい。なので、現在一人でバンコクで過ごしてるので、その時の金額が出たら、ちょっと比べられるかなと思うので、またお知らせします。で、最後にカンボジアです。で、ここでは本当に円安が頭を離れませんでした。なぜなら全てがドル表記だからです。カンボジアでは8日間、カンボジアでは8日間過ごしたんですけど、トータル51,984円です。で、カンボジアでは宿は1日あたり1,113円です。ドルで支払いもあったので、ドルで記録はしてたんですけど、姉とのやり取り、やっぱ2人一緒に払って後で割り勘とかっていうこともあったので、その時に全部私はリエルで姉に渡してることが多かったので、ここの計算も1回リエルに換算してから日本円に換算してます。はい。で、カンボジアは初めてのビザが必要だった国だったんですけど、それに40ドルかかってます。私が申請遅れたから40ドル、10ドル余計だったんですけど、ビザのお金と、あとアンコールワットのチケットが思ったよりも高かったかなって思いました。他の前の国に比べるとですね、なんかそれだけの価値はあったし、次来るときは絶対に7日間券を買うと思うんですけど、思ったより高かった。62ドルは。はい。今までの国が3000円とかだったので、高くても。だから、そこですかね。あとは基本的に物価が高いように感じました。なんかタイのバンコクで買えるものが1とすると、カンボジアでは1.5 倍とか2倍ぐらいしたように感じます。はい。で、物価が安ければもうちょっとダラダラっとゆったりしたいなと思ったんですけど、ちょっと逃げるように帰ってきました。あまりにも使いすぎだなっていうのはなんとなく分かっていたので、はい、せっかくビザを取ったのに、もったいないです。ここまで4ヶ月、ここまで4カ国で使った金額は30万7,887円です。相当な金額を使ってしまったと思っています。予定ではもっと安く済む予定だった。なので今から節約して過ごしたいと思います。また次の国、次はどこに行くかは2カ国ぐらいは決めてるので、この物価と過ごした期間とでまた金額が出たらお知らせしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。